今回は物書きマイスターの AI 機能で小説を執筆させる例をご紹介します。すでにある程度練ってあるプロットをサンプルとして使います。カンコレと戦艦少女 R を組み合わせた二次創作小説の最新話を物書きマイスターにて AI エージェントとやり取りして案を練りました。 AI エージェントとチャットするにはチャットパネルを使います。この右側のパネルを開いてエディタで編集しながら AI エージェントとチャットができます。会話は32ターンも続いています。最初はシステムプロンプト込みで12,178トークンかかっています。ターンとはユーザープロンプトと AI の回答を一つの会話とし、会話が続いた回数を指します。物書きマイスターでは一般的な生成 AI と異なり、1セットの会話ごとにスライダーで切り替える方式を採用しています。すべての会話履歴をひたすらスクロールしていくの面倒じゃないですか。そういう手間をユーザーに感じてほしくないため、大まかな会話の流れはスライダーで簡単に遡っていくようにしました。個々の会話は普通に縦にスクロールすれば OK です。普通の生成 AI であれば執筆をさせるとき、会話の続きでプロンプトに指示を書くと思います。同じ使い方をしても良いのですが、それだとせっかくプロットのすり合わせを続けた会話がごちゃごちゃしてしまいます。新しい会話のセッションを始めても良いですが、せっかくなら執筆に特化した AI 機能を使いませんか。物書きマイスターでは特定の機能に特化した AI のパネルを用意しています。それがターミナルパネルという機能です。ターミナルパネルではさまざまな機能に特化した AI を実行できます。類義語や言い換え表現を調べる表現辞典や文章を修正してもらう校正、文章を翻訳する翻訳などです。これらを単機能 AI と呼んでいます。試しに表現辞典を使ってみます。静かに悲しむという表現をもっとうまい表現にしたいとします。いきなり要件だけ入力して実行します。実行の印はウィンドウバーのここにアイコンが表示されます。
AI の回答が返ってきました。さまざまなスタイルで言い換えを提案してくれました。普通の生成 AI だと自分で聞き方を工夫しなければいけません。そんなわずかな手間が物書きマイスターのターミナルパネルなら不要です。その他、ターミナルパネルのポイントは次の通りです。では、執筆を見てみましょう。執筆には複数の入力欄があります。ちょっと複雑だと思いますか？パネルの UI や機能はシーアートの AI 小説創作ツールを目標としました。シーアートの AI 小説創作ツールについては私のノート記事をご覧ください。入力は実際に生成したい内容の指示です。文章スタイルはどのような書き方にしたいかの指示です。文書種別はどういう文章を書かせたいのかの種類です。ここではあらすじや本文といった種類を選択できます。あらすじは簡易あらすじと詳細なプロットの2種類があります。ツリービューは参考資料です。チェックを入れたノードを AI に参考資料として添付します。ノードの内容は実際のメイン画面のツリービューと連動しています。一般的な生成 AI で言えばエンプファイルやナレッジベースに相当します。人物設定や話のタイムラインを書いたノードを選択すると良いでしょう。こういったノードの実際の本文をわざわざコピペしなくても選択していくだけで実行時に自動的に AI に読み込ませることができます。では、本文を執筆させるため実際に入力していきます。参考資料にあらすじを添付したので入力では書かせたい小番号のみにしました。文章スタイルはどういう書き方、表現方法にしたいのかを指定します。このように入力してもいいですが、手間ですね。事前に特定のノードに文章スタイルを保存しておくと良いでしょう。かなり長くてもコピペで OK です。貼り付けました。これで OK です。しかし、物書きマイスターにはもっと便利な入力方法があります。それが変数機能です。
変数には選択範囲や特定のエディタの特定の行を指定したり、ノードの本文を丸ごと参照することもできます。今回はシャープノードという変数を使います。まずは参照したいノードのノードパスをコピーします。ターミナルパネルの文章スタイルの欄に貼り付けます。次にシャープノードコロンを先頭につければ指定完了です。これだけで AI の実行時に自動的にそのノードの本文が読み込まれます。ちなみにこの変数、いろんなところで使えます。補足事項は、入力や文章スタイル以外で書くべき要件を入力します。例えば文字数の指定をここに書くと良いでしょう。執筆、機能の書欄を入力しました。実行する前に大事なポイントを紹介します。ウィンドウのタイトルバーの部分に AI モデル名が表示されています。実は各機能ごとに使う AI モデルを細かく指定できます。そのため機能を切り替えたらここにモデル名を表示しているのです。細かく使い分けたい方向けの便利な機能です。では AI の設定を見てみましょう。画面右上の設定をクリックして設定画面を開きます。AI タブを開きます。ここではアプリ全体で使用する AI の設定を行うことができます。個別に AI モデルを指定する場合は個別設定パネルを開きます。このように AI エージェントからそれぞれの機能の AI ごとに設定できます。デフォルトでは共通設定を使用するがオンになっています。共通設定とは Windows の上にあるこれらのことです。 AI プロバイダとモデル名を選択します。大手生成 AI やローカル LLM ノーラマなど揃っています。今回は文書作成、執筆も含む2個別のモデルを指定してみます。オラマを選び、使用するモデルも選びます。なお、オラマとラマ CPP はモデル一覧を取得する機能があり、選択ボックスに自動的に列挙されます。それ以外の AI プロバイダでは、
テーブルズパネルを開き、その中にある入力欄に開業区切りでモデル名を記入することで選択可能になります。今回はジェマ4 31D クラウドを使ってみます。ターミナルパネルを開いたままなので、モデルが古い設定のままでした。そういう場合は一度別の機能を選び、再び執筆に切り替えましょう。これで全ての準備は OK です。では実行してみましょう。オラマのクラウドモデルなので動作は早いです。しかし、1時間単位と週単位で利用回数に制限があるので注意しましょう。実行が終わりました。生成時間は約2分でした。実際に送られたプロンプトはこれらです。さらに、ノードパスになっている部分は各ノードの本文に置き換えられて AI に送られます。本来であれば一つのプロンプト欄に内容を整理して書かないといけませんでした。しかしこのターミナルパネルなら、必要な情報を必要な欄に入力するだけです。何でもチャット UI という昨今の生成 AI のあり方に新しい使い方を提案します。それでは次に AI モデルを切り替えて同じ機能を実行してみます。再び設定から AI タブを開きます。個別設定パネルを開きます。文書作成のモデルを切り替えます。今度はクエン3.5 397B クラウドにしました。またしてもターミナルパネルを開いたままなので、機能を選択し直します。さて、実行してみます。クエン3.5 397B クラウドもクラウドモデルなので爆早です。実行が完了しました。
今回は 0.7 分でした。チャットパネルと同じくスライダーで過去の実行履歴を見ることができます。チャットパネルと異なるのは単発の AI 実行の履歴であって、1回の実行の中のやり取りの履歴ではないという点です。スライドすると、ジェマ4の執筆結果特弁 3.5 の執筆結果を切り替えて確認できます。あとは、執筆結果が気に入ったらノードを作成して保存すれば OK です。保存したい執筆結果を選択してコピーします。これで保存も OK です。エディタと AI の距離が近い物書きマイスターだからこそできることです。あとは入力、欄を書き換えて続きの章を執筆してもらえば目的の小説がどんどん出来上がっていくでしょう。ではもう一つ機能の紹介をしたいと思います。それがマージ、つまり統合です。これは2つの文章を1つに統合する AI 機能です。今回は2つのモデルに同じあらすじから本文を執筆してもらいました。それぞれの執筆結果を貼り付けてマージを実行してみます。一般的なチャット型の生成 AI なら1つのプロンプトにシステムプロンプトと2つの文書それぞれを貼り付けないといけません。ここで AI のエラーが出てしまいました。どうやらオープンルーターの実行回数の制限に引っかかったようです。しばらく待っても良いですが、今回は別の AI プロバイダに切り替えましょう。オラマに切り替えました。では機能を選択し直して改めて実行します。文章を統合する機能なので AI モデルによっては苦手だったり思考に時間がかかるかもしれません。マージが完了しました。
2つのモデルが出力した執筆結果が無事に統合されたようです。今回試した表現辞典、マージ、執筆以外にも機能はあります。いずれもいきなり目的の要件を入力して実行するだけで OK です。さて、統合された執筆結果をコピペしてノードに保存します。一連の流れをおさらいします。1、チャットパネルで AI エージェントと会話をします。まずは一般的なチャット形式で企画やプロットを練りましょう。2、ターミナルパネルで執筆機能を使います。もちろんチャットパネルで執筆を依頼しても構いません。チャットの方では執筆スキルを用意しているので、そちらでは逐一相談に乗ってもらいながら執筆を進められます。3、途中で複数の結果をマージなどして整理しましょう。これは必須の作業ではありません。4、最後に納得いく結果ができたらノードに保存します。何でもチャットに押し込めない、そんな発想のもと開発しています。とはいえ、やれることは多いので実際に使っていただいて、こんな組み合わせでこんな使い方できたよというお声をいただけたら幸いです。では最後に物書きマイスターの利用ガイドのイメージを掲載します。 AI 時代のアウトラインエディター、物書きマイスターをよろしくお願いします。